こんにちは、IIG アメリカです。レッツリキャップナンバー5番外編としてケイトクラウドのデモを動画にしました。こちらは IIG アメリカが定期的に実施しているウェビナーで実際にお見せしたデモです。もっと詳しく知りたい、相談したい方はぜひ概要欄からお問い合わせください。それではどうぞ。では、ここからですね、実機を使ったデモをお見せいたします。デモの内容としては、ダッシュボードのご紹介、リモートユーザーの利用方法、セキュリティの各機能、ワン通信の最適化といった4つの項目になります。はい。まずこちらがですね、ダッシュボードの画面になります。まず真ん中に出てますのが全体のトポロジーマップになりまして、現在はですね、4つの拠点がこのネットワークに登録されているということがわかります。で、現在接続中の拠点に関してはこういった形で丸。で、現在ダウンしている拠点については×という形でわかりやすく表示されます。で、例えば1つの拠点をクリックしますと、現在のですね、通信の概要が右側に表示されます。で、さらに詳しい、現在の状況を知りたいときは、アナリティクスの方に進んで、各種のですね、統計情報を確認することができます。例えば現在の通信量やパケットロス、ジッターなどの情報ですね。はい。はい。他にもですね、ネットワーク全体の情報として、こちらの、転送量は、同じように出るんですけれども、どういったアクセス先にアクセスしているかといった、統計情報、あとはクライアントですね、クライアントごとの、情報といった形で、一覧でですね、現在の状況、または過去に遡った状況というのが確認できるようになっております。はい。ではですね、ここからは VPN ユーザーを追加するところ、エンドユーザー視点でお見せできればと思います。今回はですね、いくつかのやり方がある中で、エンドユーザー様がセルフで、系統クラウドのリモート VPN をお使いになるというパターンをお見せします。で、今、出している画面が社外の端末、つまりはワークフロムホームなどを、しているユーザーさんを想定したものになります。で、管理者がですね、エンドユーザーさんを招待しますと、こういった形で招待のメールが届きます。エンドユーザーさんはこちらのリンクをクリックしてですね、新たにパスワードを設定します。パスワードが設定できました。で、今回はですね、多要素認証を有効にしてますので、パスワードの他に SMS か、携帯のアプリでですね、認証をするように、なっております。で、今回はアプリを選びます。はい。で、ここで、ユーザーさんご自身の、携帯からですね、スマホの、例えば Google オーセンティケーターなどのアプリで、こちらのバーコードを読み込みます。読み込んで登録が完了いたしました。今後はですね、この登録したスマホがなければログインすることができません。二要素認証の設定が完了しました。次はですね、クライアントのダウンロードとインストールになります。はい。こちらは単純に NEXT で進めていくだけのものになります。はい、インストールが完了いたしました。
続いてはですね、この、ケイトのクライアントのところに、プロファイルと呼ばれる情報を、読み込みます。これは具体的には、パスワードをこのケイトクライアントに覚えさせると。先ほど設定したパスワードを、覚えさせるものになります。はい。これでプロファイルの設定が完了いたしました。では実際ケイトにつないでみます。この真ん中の接続ボタンを押しまして、認証。これでもうパスワード認証は通過いたしました。で、ここでですね、スマホに表示されている、6桁のコードを入力いたします。これが2要素目の認証になります。はい。これでケイトへの接続が完了いたしました。で、ステータスを、見ますとですね、ここに接続先のポップが表示されています。これはアッシュバーンかな。近い最寄りのポップがですね、自動的に選択されるようになっております。はい。でですね、接続が終わりますと、こちらのトポロジーで、テストユーザーがですね、つながっているのがわかると思います。こちらが先ほど、招待したユーザーですね。なので、全部のつながっている、エンドポイント、拠点やユーザーを含めて、見れるという形になります。続きましては、セキュリティ機能のところをお見せします。ケイトに接続済みのこの端末を使います。まずはですね、セキュアウェブゲートウェイの機能ですが、業務に関係のないサイトはアクセスさせたくないなど、ウェブサイトに関する、要件っていうのはですね、いろいろあるかと思いますが、そちらの、例になります。で、今回の場合は、例えばですね、アカウンティングデパートメントの人はインターネットに通信するときにゲームというカテゴリーのサイトは、禁止すると。で、他のサイトに関しては許可するといった形で、ルールを入れております。で、ここで例えば、ゲーム関連を検索してですね、ホームページへ行こうとしますと、ブロックされます。ウェブサイトのカテゴリー、ゲームに当てはまっていて、止めましたという形でユーザーさんにはわかるようになっております。で、一方でですね、このブロックを検知したことによって、管理者への通知やですね、ログの記録もされます。で、こちらについては、後でまとめてご紹介します。はい。続いてはですね、マルウェアを止めるという部分でして、無害なサンプルウイルスをダウンロードして試してみます。こちらですね。はい。先ほどとは違う画面になったのがわかると思います。で、マリシャスコンテント was detected ということで、ウイルスが見つかりましたよという意味合いで、こちらも止めております。はい。続いてですね、はですね、これも IPS の機能の一つなんですけれども、ウェブサイトの、評判に基づいて、レピュテーションベースの、ウェブサイトの、ブロッキングというところをお見せします。インターネット上にですね、ウェブサイトの、安全性評価といいますか、サイトの評価スコアを公開しているデータベースがありまして、そちらを参照して、スコアが低いサイトはブロックするといった機能になります。これはセキュアウェブゲートウェイとはまた別の機能になります。はい。で、サンプルで用意した、ウェブサイトに対して、これ評判が悪い、サイトですけれども、こちらの、
malicious content was detected っていうのが表示されまして、評判の悪いサイトをブロックするといったことが可能です。もう一つサンプルとしてはですね、有害な通信を中から外に向けてやろうとしてしまった場合というのをお見せします。こちらのアプリはですね、ネットワークの偵察行為を、するというアプリなんですけれども、サンプルのサーバーに対して、この偵察行為を行って、ちゃんとブロックされるかというところを、実施してみます。で、これちょっと時間がかかりますので、後々終わった後、ご説明いたします。はい。はい。以上が、セキュリティのカテゴリーになります。で、最後にですね、4つ目、WAN の最適化のところをお見せいたします。はい。まずお見せしたいのが、ケイトによる、ネットワークの高速化の部分ですね。で、こちらはちょっと弊社のデモ環境でお見せしにくいので、ケイト自身が出しているオフィシャルの動画を使ってご説明したいと思います。で、かいつまみますけれども、何をやっているかと言いますと、例えばドイツやですね、中国、シンガポールといった遠隔地から米国にある Office365 のデータにアクセスするというテストの結果になります。で、この時、ケイトを使った場合、使わない場合を比較しましたという内容になります。で、結論までちょっとスキップしてしまいますけれども、例えばですね、シンガポールからケイトを使わない場合は、ダウンロード速度が 100KB 毎秒だった。で、ケイトを経由して、実施したところ、4400KB 毎秒ということで、44倍の、スピードアップが図られました。で、同じようにですね、中国では20倍、ドイツでは、7倍といった形で示されております。で、劇的な効果があるというふうに示されているんですが、ちょっと注意点はありまして、これ、ケイトに最大限、有利な条件で、行った試験結果ですので、実際の環境では様々な要素があって、必ずしもこういった、劇的な効果とならない場合はありますが、速度に関して、ケイトによってスピードアップするよということが示された一例となります。はい。続いて、WAN の最適化機能の一つとしてですね、複数回線を使い分けるといった部分をお見せします。はい。サンプルとしてこちらのサイトを利用します。で、こちらのサイトにはですね、2つの回線がございまして、この101というものは、高品質だけど、高価な回線というふうに仮定します。で、この12というのは安いけれども低品質な回線というふうに仮定します。で、最近従業員の方が、YouTube をよく見てしまって、1.1が埋まりやすい。なので、1.2の方に YouTube だけ流したい。その他の業務通信は1.01からやらせたいと。そういったストーリーで、デモをさせていただきます。で、こちらがですね、失礼しました。こちらがサイト内にある、端末です。社内端末ですね。はい。ここで、YouTube の動画を流します。で、先ほどのリアルタイム画面に戻って確認しますと、こういった形でですね、1.2の方に大きな通信が流れているということがわかります。で、こちらのですね、
グラフを見ても、下側がダウンロード速度なんですけれども、ダウンロード速度が、波打ってますけど、だいたい5メガ BPS 以下、出てるということがわかります。で、さらにここを展開しますとですね、今使っているアプリケーションは YouTube ですよ。で、たくさんトラフィックを流している人はこの端末ですよ。といった形で特定が可能です。じゃあ一方でですね、業務通信は、どうなるのかというところですけれども、こちらを閉じまして、スピードテストでちょっとトラフィックをかけてみます。はい、トラフィックがかかり始めました。で、こうしますと、101の方に今度はトラフィックが流れ始めました。で、使っているアプリケーションは speedtest.net で、端末は先ほどと同じですね。今ダウンロードの試験をしているので、こういうふうにダウンロード速度のところ、50メガぐらい出てるということがわかります。はい。こういった形でですね、WAN 回線の使い分けによる、効率的な予算の使用といったところをアシストできるようになっております。ではですね、先ほどちょっとセキュリティのアラートのところを、一旦飛ばしてましたので、そちらを、お見せしたいと思います。管理者向けにはですね、こういった形で、アラートのメールが、届きます。こちらの例ですと、最初に、やったものですね。ゲームのカテゴリーで、ユーザーのウェブの通信を止めましたというものになります。で、このメール自体はですね、非常にシンプルな内容になっていて、概要が表示されるんですけれども、もっと詳しいことを知りたいというときはですね、こちらの、イベントというところをクリックして、ケイトのログイン画面のところに進んでいきます。こちらの画面で説明しますね。で、こちらがですね、リンクをクリックしていきますと、こういったですね、イベントディスカバリーという画面のところに飛ばされます。で、こちらで何が見えるのかと言いますと、具体的な通信のログになります。例えばですね、誰がアクセスしたのか、で、宛先はどこだったのか、で、どういったカテゴリーで、通信したのかといった形で、一通りですね、そのインシデントに関する情報が表示されます。ちょっと具体的にブロックされた通信を見てみましょう。例えばこちらですね。今テストユーザーがアクセスをしようとしました。で、中から外への通信でした。で、さらにはですね、Nmap という先ほど使ったアプリケーションですけれども、このアプリケーションで通信をしましたということがわかります。で、この通信をケイト側で自動的に止めてくれましたと。で、さらにこれのですね、詳細を知りたいという場合は、スレッドリファレンスという項目がありまして、これのですね、解説を、リンクとして、表示されますので、そこからさらに辿ってですね、このインシデントが何であったのかっていうところを、詳しく追っていくことができます。はい。ということで、アラートと、このログ機能をですね、組み合わせて、いろいろ、後からイベントを追いかけるといったことも可能になっております。はい。デモは以上になります。こちらのデモで、ケイトでどんなことができるのか、どれぐらいシンプルに見やすいのかといったことがお示しできたかなと思っております。
ご興味持たれましたら、弊社、窓口までぜひお問い合わせいただければと思います。私からは以上です。IIG アメリカでは、ブログ、ニュースレター、セミナーや動画にて、日々の IT 周りに関する内容を IT 初心者から上級者まで分かりやすく解説しています。いろんな耳寄り情報が満載なので、ぜひぜひ概要欄からサブスクライブしていってください。ウェビナーもあります。